皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間です。スポーツライターの小崎です。このチャンネルは玉木正幸氏が今のマスメディアとは全く異なる真のスポーツの面白さを伝えるチャンネルです。メインコメンテーターの玉木正幸さんです。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。1回目の時にはね、日本でメジャーリーグが開幕するのは一体どういうことだ、こんなバカなことはないだろうっていう話を小林信也さんと一緒にやりました。はい、小林さん、もう一回よろしくお願いしますね、今日も。よろしくお願いします。はい。今日は小林信也さんの最も得意とする、高校野球の、分野で喋ってもらいたいんですが、メジャーが日本に押し寄せてきているけれども、高校野球で選手を育てるのはめちゃくちゃ上手くなったんじゃないか。だって、ごめん、出た。メジャーでね、ホームラン王を打つような選手を高校野球が育てるんですよね。これ高校野球は教育の一環だなんて言ってた朝日新聞の人が今どう思ってるのか聞きたいですけれども、小林さん今高校野球どう捉えてますか？いやー、だから、僕は高校野球を、見ないようにしてますけれども、それは別に僕自身も一回リセットしないと、ずーっと流れてきた、好きか嫌いかと言われれば大好きだったわけですから、だけどおかしいぞ、おかしいよねって、それを言えなくなっているのが今日本社会ですよね。簡単な話、高校生は別にお金をもらって稼ぐとかいうそういう目的でやってるんじゃないのに、高校野球自体は大人たちはそれを見せて稼いでるわけですよね。稼いでますね、そうですね。高校の経営者だって野球を強くして生徒を集めるっていうことで、学校経営そのものなわけで、そうですね。それが単純にね、いや、うちの高校の野球部は素晴らしい教育をしますよっていうならまだいいんですよ。そうじゃなくて、甲子園に出られますよっていう、甲子園に出ることって教育となんか関係ありましたっけっていう問いかけは、なかなかしにくい。そういうあらゆるね、トリックみたいなものを一回僕の中からも外してしまわないと冷静な判断ができないなっていう。日本社会自体もそうなってないでしょうかね。甲子園に出るということによって、高校の名前が上がって、そこの偏差値まで上がるようなところがあって、今やあれですね、そういえば、高校の授業料無償化っていうことがあって、あれ、高校入ると、授業料無償で、野球の練習できるのが甲子園へ目指す高校野球じゃないかってなっちゃいますね。今、偶然、無償化のことが頭に浮かんだから。選抜高校野球の中にも選ばれた学校の中にもありますけども、一応、授業は受けていると歌ってるんですけども、通信制の高校野球部が増えてるんです。そうですね。一応午前中は、勉強すると言ってるんですが、制度で言ったら、別に授業しなくてもいいんですよ。通信制なんですから。なるほど。はい。中には一日中練習してるとこもあるし、午後からは体育っていう名目でもう、さっさと野球の練習をしてるっていう学校はすごく増えてるんですね。なるほど。僕は、不思議に思ってるのは、こういう高校も、日本高野連は意外とすんなり受け入れてんですよ。野球が教育だからっていいんじゃないですかね、それは。だから、ある意味、日本こうやられてすごいおおらかだなと思うんですけど。おおらかってね、いい言い方ですけれども。私逆にね、高校も、あるいはメディアも、その高校生に野球させることによって儲けてるわけですよね。その儲けというものを、高校の方に全部回すことはできないのかしら。例えば、NHK なんかは、甲子園の野球に対して、あれはなんだ、放映権料
一銭も払ってないわけなんですよね。それを放送権料を取れば、もの莫大な金額になるはずですよね。視聴料から考えたら。その莫大な金額を高校教育に移すというようなビジネス化っていうようなものについては、小林さんはどう思われますか？はい、お金を回すっていうことは、やっぱり大事。まあ、それはまあ、高校野球が今のように人気を維持するという前提ですけれども、タムさんが今言われた教育に回すっていう発想は僕なかったので、ああ、なるほどと思いましたけれども、例えば、こうやればね、自分たちは営利団体じゃないということをことさら強調してるんですけれども、ああ、なるほど。はい。高校野球っていうのはやっぱビジネスのポテンシャルはものすごいいいわけじゃないですか。はい、そうですね。今もう全国のローカルテレビ局が予選の1回戦から全部映像化してるので、これをダゾーンになるだろうと。で、いや、ダゾーンのような会社がね、買ってくれてコンテンツとして配信したらかなりのアクセスになる。で、それはビジネスになる。でもこうやれば、いや、うちはビジネスをやるところじゃないからといって、そこに踏み込まないんですが、これは誰かがやって、僕は単純に全国にキャッチボールのできる公園を作るとか、草野球のできる公園を作るとか、その野球そのものの普及や環境づくりに還元するような発想を持つのが当たり前だと思うんですけどね。なるほど。野球そのものの発展のためにお金を集めて、それをサイクルしていくっていうか、回していくというような形を考えればいいんですけど、野球が人気を煽ることによって新聞を売るというのが、もうなんかプロも高校野球も、定番になっちゃって、それを当たり前に思ってるんですよね。そうですね。田村さんおっしゃったように、いびつな構造ですよね。野球を、素材にして、関係ない人たちが儲けるっていう。だから本来ならば、教育や野球というのが、そこでお金が生まれたら、そこに還元されて、そこが充実していくっていうのが健全なんでしょうね。野球に返せよっていう感じですよね。まあでも、朝日新聞はなんか、本大会では、プラマイゼロぐらいらしいですね。ただ、予選会は、利益上がるらしいですけどね。県予選ですよね。私も高校野球の取材にはかなり行ったことあるんですけれども、県大会なんかを取材するときのベンチに入るときの、朝日新聞の記者の横柄なこと、もう、俺たちが取材するんだからお前たちどけみたいな感じの、で、もう若い時どれだけいじめられましたか、もう。巨人のいじめ方もすごいひどかったですけどね、雑誌の記者なんてよ、何お前ら雑誌かとか言って言われたわけですからね。それが、もう高校野球なんかでは朝日新聞の記者の横柄なことがすごいなと思いましたけれども、これなんとか変わらないもんですかね、小林さん。これ。高校野球のあり方。主催者だから、ものすごい強い権力を持ってるんですよね。そうですね、主催者ですね。僕が、違和感を持ってたのは、その夏の大会の取材をするのは、1年生だったりするじゃないですか。そう。で、1年生の一つの、トレーニングみたいにされてるんだけど。若い記者が回されるんですよね。いや、それもどうかなと思ったりしてね。いや、あれも1、2回戦がなんか新人が行って、上に行くとなんかデスクが出てくるみたいな話ですよね。でもロバート・ホワイティングという私の友人で、野球のこと日本の野球のこと書いてる本に書いてる男ですけれども、彼と甲子園を取材したり、地方大会取材したことあるんですけどもね、彼が来たら、記者が寄ってくるんですね。感想を聞きたいからってね、アメリカ人の感想はって言うんで。だからロバート・ホワイティングが、飛田水手の話をするんですね。飛田水手がどれだけ、影響があるのかって調べてるんだって言ったら、飛田水手のこと誰も知らなかったっていうのは私そこに現場にいたことあるんですけどね。そういう記者が高校野球のことをね、取材してるっていうのは情けないなとも思いますけれども、
ただ、小林さんと一緒にこういう真夏の甲子園はいらないという本を書いたときに、これもうここで暴露しちゃいましょう。私の書いている文章の中で、ある人物が、NHK 関係者が、私が NHK の会長になっても、高校野球の中継だけはやめられないって言った。これは、今、テレビ朝日で報道ステーションの司会している人ですけれどもね、この方が、NHK の会長になっても高校野球の、ことだけは中止できない。高校野球は NHK があれ全国でネットでやってるから、こう、いろんないびつなことが生まれてるのに、みんな悪いと思ってるんですよね、やってる人たちも。こんなことやってたら高校生のためにならないと思ってるけれども、でも視聴率が出るからっていうのでやっているって。この辺っていうのはなんかね、戦争に負けるのが分かってるけれども、戦争してしまった第二次世界大戦とよく似てるなというふうに思ってるんですよ。悪いと思ってるけどやるんですね、小林さん、これ。どうですか？その本を書いた前後に NHK に質問の手紙を送ったことがあるんですが、はいはいはい。こんな暑い中でね、やるということや、いろんな弊害があるけど、これ NHK が放送をやめると、すごくいろんなことが改善するんじゃないかと、やめる気なかっていう手紙を送ったんですけども、はいはい。まあやめる気はないっていうか、まあちゃんとした回答も来ませんでしたけど。でも、玉木さんおっしゃるように、これ NHK が放送をやめた途端に、鮮やかにいろんなものは変わるはずなんですよ。ああ、でしょうね。まあそうでしょうね。テレビ朝日はやらないし、ですよね。やらないでしょうね。ダイジェストはやるかもしれませんが。でもまあテレビがやるっていう、まあテレビというメディア自体もね、もうなんかオワコンだっていう話もある中で。まあオールドメディアですよね。新聞なんかもね、昔は朝日新聞は朝日号とかって言って、飛行機飛ばして、世界一周して、それで新聞売ったりしてた時もあったわけで、今飛行機飛ばさないわけですよね。というと、高校野球もそろそろオワコンになるかなと思ったら、なかなかこれならないですね。それこそ大谷につながる高校野球になってきましたから、メジャーにつながる高校野球ですよね、小林さん、これ。でもね、まあ一般の方々は何も変化してないように思ってると思いますけれども、高校球児の数はどんどん減っているわけですよね。ああ、そうですね。で、もう参加チームの数がびっくりするほど減ってるんですよ。各地方大会ですね。で、それはもう野球まあ少子化もあるけれども、野球少年が減っているし、もう中学校の野球部が、人数揃わないから廃部っていうのが、まあ数年前はって思ってたけど、今も当たり前の出来事になってきました。なるほどね。だからそういう中で、甲子園だけは、代表校ぐらいは、揃いますね。例えば何々県は野球部が一個もありませんみたいなことは、今のところないんですけども、実はもう大きく変わってるってことですよね。なるほどね。ちょっと10代の野球人口というデータがありますから、それを見てみましょう。そうですね。どんどん減ってきているっていうのはあるんですよね。ただ、これに対する危機感っていうのはあんまりないみたいで、それこそ、こういうことに全然関与しないで、面白いことが決まったなと思うのは、国民体育大会国体の野球を7回戦にするっていう風にしたって。小林さん、これ、もちろんご存知だと思いますけど、どう思いましたこれ。夏の甲子園を7回制にしないで、国体をするってどういう意味ですかね、これ。秋の方が涼しいじゃないですかね。暑さ対策だって言うんでしょこれ7回制。9イニングをやめて7イニングにするっていうのは。国体の野球っていうのが、とても、扱い的には微妙な、ちょっと放送禁止用語が頭に浮かんじゃって、それが一番言いやすいんですけども、なんていうか、本当の子供じゃないみたいなとこあるんですよ。国体にとって野球っていうのは、
日本高野連対はい。交代関係とかそういうことで言うと、だから国体って高校にとっても出る学校は出るんだから、光栄なんだけど、そんなに重きを置いてないんですよね。なるほどね。別大会ですよね、国体っていうのはね。うん、国体優勝っていう、その、ステータスは優勝したら掲げるかもしれませんけれども、その春と夏の甲子園に比べたら国体って3冠とは言わないんですよね。なるほど、そうですね。それより、そうか各県の秋季リーグの方が重要ですね。次のなるほど春につながるんでね。はいはいはい。まあだから、やりやすかったっていうことは一つあるんじゃないかと思います、ね。7イニングにすることがね。でも、まあそれは暑さ対策で7イニングにするなら、夏の大会やらなきゃダメでしょ。これやらないんですかね。いや、本来はそうですよね。うん。本来はそうだけど、やらない。まあ、暑さのことはもう散々喋ってるので、それ以上に、まあ、前回、末期症状といったもう一つの理由は、まあ、玉木さんが日本にスポーツジャーナリズムはないというので、僕は、はいジャーナリストとは思ってませんけども、あえてそういう物言いを一つ言うならば、もうね、公式のボールを使って野球がやれる状況ではなくなってるんですよ。ピッチャーの球も速くなっちゃってるし、バットの木製であってももうハードメープルを超越したような、まあ、とにかく打球も速いし、ピッチャーの球も速いし、もうピッチャーは常に死の危険にさらされてるんですよ。この前のオープン戦でもドジャースのピッチャーね、当たってましたけど、まあ甲子園でもそういう当たってましたね。で、まあ、甲子園でそういう事故あったから慌てて、その低反発バットってしたんですけども、低反発バットっていうのは僕はもうちょっと方向違うと思ってるんで、それよりも、もっと決定的な方法があって、日本には軟式野球という文化がありますよね。ありますね。公式野球をやっていたので、いやもう一度公式をやると、軟式は野球じゃないよっていう感覚にどうしてもなってしまうんだけれども、最近そっちの取材もしてましてね、軟式のボールがかなり公式に近づいてきてるんですよ。それポコポコ跳ね、しかもきちんと打つと遠くへ飛ぶ。今、一般に使われている軟式のボールがすごく良くなっていて、これならもう公式使う必要ないんじゃないのっていうぐらいのところに、まあ来てることを聞いてみるとね、まあ、メジャーを目指す人は公式をやるべきかもしれませんけれども、多くの高校球児は、軟式野球の方がよほど安全だし、安心して取り組める。で、そうすると、僕はまあ、中学校のシニア、まあ、リトルシニアの監督をやってましたけど、武蔵野市を本拠にして、武蔵野市には公式が使えるグラウンドが一個もないんですよ。そういう野球はことありますよね。盛んと皆さん思っているでしょうけど、公式野球ができる球場って本当に、いわゆるスタジアム以外は、ごくごく少数なんですね。それなんでかというと、設備に、お金がかかるし、大変だからなんです。で、これ、オリンピックのことを考えて、ロスはオリンピックで、まあ、復活しましたけど、おそらくその後はまたなくなるでしょう。で、これ、サッカーと違って世界的な普及が低いっていうのをなんとかするったって、公式野球では難しいと思うんですよね。なるほどね。まあ、その一つは危険だし、まあ、施設にお金がかかりすぎるっていうところで、だからまあ、話を元に戻すと、もうこんなに危険なものを、なんでみんな喜んでやってるのって、これを見直す時期に来てるんじゃないかなと僕はすごく思ってます。なるほどね。高校野球どうですか？最後に小林さん、将来に大きく、ここまで来たらもう将来に大きくガラッと変わるような何かが起こるっていうような匂いはしませんか、今？動きは随分出てるんですよ。リーグ戦を始めてる、地域もいますし、あともう一つはやっぱりね、中学部活の地域移行ってありますね。あれが、まあ、いずれ高校にもその波が及ぶと思うんですよ。
なるほまあ、どね。実質的に今、地域移行というより、前回も玉木さんおっしゃったまあ、今回かな。はいへ甲子園出ると偏差値まで上がっちゃうっていう話はね、はい。それは偏差値部隊と野球部隊が別なんですよ。ななるほど。野球部隊が甲子園に出て、東大目指すのは偏差値部隊って全然違うクラスの子なんですよね。はい。まあ、そういう二毛作じゃないけど、両方で、学校経営をしてるわけですけども、でも本来ならば、これが一人の人間の中で起こってなきゃおかしいんですよね。そうですねまあ。そうですね。まあそういうことですね。文武両道という意味ではね。はい。だから自分にふさわしい、勉強するのにふさわしい高校に行きながら、いや、僕は野球もやりたいからって言って、地域のクラブチームで、やる。これサッカーでは当たり前のことだと思うんですけはい。ども、はい。まあ、あるとすればそういう方向性に行く。で、なるほど。これも、やっぱり高校の代表しか、甲子園に行けないっていう現状だと変わらないんで、そこが、すごく変わらないとね、いけないんですけどね。そうですね。今日の、まあ、なかなか、実現は難しいのかもしれませんが、一番、心に残った小林さんの言葉としては、NHK の中継がなくなると、ガラリと世の中が変わるという、いや私今、思わず世の中と言ってしまいましたけれども、高校野球が変わるんじゃなくて、NHK の甲子園中継がなくなると、世の中がガラリと、これでいいですね、今日の結論は。はい。もう、そう思います。ということですよ、小崎さん。はい。これは次回も大まとめをしましょう、小林さんと二人で。はい日本のスポーツ界がどうなるかっていうことを喋りましょう。野球も含めて。はい。じゃあ、次回の配信ですが、今週のテーマ、日本野球は NLB の2軍になり下がったのかのエピソード3、日本のスポーツの未来は明るいか暗いかは3月7日金曜日の午後8時に配信予定です。引き続き小林さんとともにお送りします。お楽しみください。それでは皆さん、次のエピソードでお会いしましょう。